つもご視聴ありがとうございます。クイックアートの東京ショールームの飛山恭平です。今日は初期導入でこの白トナープリンター WT リパッツ3号と小型 DTF-A3 機のどちらが良いかについてご案内していきます。前回この小型 DTF の A3 機の動画をご案内しましたが、白トナープリンター WT リパッツ3号を検討されている方は結局どっちがいいのと思われた方もいらっしゃると思います。また最近この白トナープリンターを導入された方も小型 DTF-A3 機で良かったのじゃないかと思われた方もいらっしゃるかと思います。なので、この2つの、白トナープリンターと小型 DTF の双方ですね、を比較していきたいと思います。双方魅力的な商品なんですが、その違いについての情報整理となります。この議題で約2年半前、2023年の6月20日に動画でご案内していました。主に小型 DTF の A4 機とこの白トナープリンターの違いです。私も改めて見返したのですが、正直その時と比べてこの違いというのはですね、あまり変わらないです。同じ説明が、多いです。ただこの DTF の A4 機から A3 機になりまして、印刷スピードの向上、メンテナンスの改善がありました。その点を加味して今回は比較していきたいと思います。比較する項目は前回と同じです。1、設備投資費用。2、メンテナンス。3、コスト。4、生産性。5、仕上がりについて。6、プリントできる対象素材について改めてご案内します。WAP754 小型 DTF も発売から4年近く経過して180台、白トナープリンターも累計700台ご導入いただいています。そういった実績の点を踏まえましてご案内していきますのでご覧ください。ではどうぞ。1番、設備投資費用についてご案内します。この白トナープリンターは35万円税別 A3 枚でできます。DTF の A3 機、こちらも35万円の税別で A3 機ができます。双方その設備投資費用は同じになりました。なので、その他の部分ですね、ご案内いたします。こちらですね、双方最初に購入してスタートできるセットがついています。それぞれの消耗品について、ご案内いたします。この白トナープリンターが CMYK が約1000枚。白トナーがですね、約3000から4000枚印刷できる容量がついてきます。そして小型 DTF の方なんですが、だいたいこのぐらいの枚数が目安になります。白トナープリンターよりかは若干、少ないものになるんですが、結構最初からやっていくには十分かなという容量がついています。全くゼロからスタートされる方はプレス機を購入するのであまり違いがないんですが、この2つなんですが、プレス機の相性の有無がございます。まずこの小型 DTF なんですが、基本的にほとんどのプレス機で最終的に転写するんですが使えます。一方白トナープリンターなんですが、こういった印刷をして糊をつけるという作業がありますが、その時にプレス機の相性があります。なので、初めにプレス機を持っている方ですね、事前に手元に。それがこの白トナープリンターの場合に使えないという可能性もあります。自動機含めまして、今ほとんどのプレス機が使えるんですが、例えば20年前、圧力が調整できない、そういったプレス機の場合にちょっとできない可能性があります。それに関しての動画も上げています。そしてこのプレス機を剥がし方という動画も上げているんですが、今そういったお客様、事前にプレス機を持っていて白トナープリンターの導入を検討している方には、この印刷したシートと糊のシートを複数枚お送りして、事前にお客様に試していただいています。購入してから使えないっていったトラブルはですね、非常に大きなエラーになっていますので、それを防ぐためにですね、初めにご案内していますので、そちらをお試しください。このプレス機ですね、すでにお持ちの方、DTF を購入される方はあまり気にしなくていいんですが、白トナーのですね、購入検討されている方、またゼロからスタートされる方も、基本的に弊社でですね、このプレス機、相性の非常に合うプレス機を販売していますので、そちらをお求めください。次は2番、メンテナンスについてです。これは小型 DTF の A3 機の話をしていきます。DTF の A3 機のインクは粘度がですね、弱くなったために、メンテナンスの頻度は少なくなりました。以前の A4 機ではできれば毎日または週に1回と案内していたんですが、毎日しなくても基本週1回また2週間に1回、そして長期などになりますと、ここにあるクリーニングカートリッジ、これですね、このインクで入れていただければプリンターヘッドの目詰まりのリスクが大幅に軽減がされます。このクリーニングカートリッジ、これが A4 機にはなかった A3 機に出てきましたので、この長期の放置というのはですね、ある程度できるようになったというのがメンテナンスの改善にもつながっています。またコストと重なっているんですが、クリーニングの時のインクの消費が A4 機と A3 機で改善がありました。
A4 キーの場合はだいたい約1回100円ほどだったんですが、インクの消費を調べますと約3分の2になりまして、この1回あたりのインク消費というのは60円ほどに大幅に削減がされましたので、はい、されました。また A4 キーと比べてインクの粘度がちょっと弱いですので、クリーニングの回数というのはですね、2回、3回っていう風にしていたのが1回、2回、その3回もすることも少ないかなという印象で、クリーニング回数も総合的には減りました。一方、素人なプリンターのメンテナンスなんですが非常に簡単で、基本的に長期間放置も OK で、メンテナンスは不要です。DTF のようなクリーニングを何週間に1回とかそういったものは必要ないです。もし印刷不良などが起きた場合は、このようなプリンター内部の掃除をする必要があるんですが、基本的にそれを加味しても DTF と比べるとほとんど何も気にせずですね、放置しておいていいです。このメンテナンスについてはですね、DTF の A3 機が良くなりましたが、はい、普段変わらずこの素人なプリンターは、はい、かなり特徴的に優れています。またメンテナンスとリンクする保守保証に関してご案内いたします。この素人なプリンターなんですが、保守保証無償です。そして約7年長期保証がありまして、メンテナンス不要。で、累計700台近くの実績の中で、通常の利用をしていて、完全に壊れて買い替えたというケースはですね、今まで一件もございません。購入後、ほぼ無償で安心して置いていけるというところが大きな強みです。一方、DTF に関しては、半年間無償保証で対応しています。初期不良の意味合いが強いです。当然、半年後も対応していきます。お客様が総合的に支払いの金額を減らすためにですね、年間保守料というのは設けていなく、何かトラブルがあった時のスポット的な都度対応をしていきます。これは小ロットで DTF をしたい方というのが、弊社の場合は多いからですね、それがいいと思いましてやっていきます。A4 機の場合ですね、インクが出なくなって、プリンターヘッドの掃除などですね、依頼があった時に約5、6千円で対応しています。で、今回はですね、DTF-A3 機も同じような金額になるかなという予想です。また、プリンターヘッドを交換していないケースではですね、5万円、4万円、そのあたりの金額がその時によって違っていたんですが、今回もそのぐらいの金額でですね、5万円以下で案内できるかなと思います。いろいろな DTF プリンター、他社さんのヘッド交換費用を調べたんですが、10万円以上のものがほとんどです。それに比べると、この DTF-A3 機の方はリーズナブルになっていると思います。保守料というのはかからず、総合的な支払いも少ないかなと思います。DTF プリンターだけの比較でいきますと、この A3 機は非常に優秀で分厚いものになっているんですが、この素人なプリンターがほぼ無敵、もう敵なしなんですね。この保守保証、メンテナンスに関しては。なので比較すると、はい、この素人なプリンターは非常にまた優れています。はい、そして3番目はコストになります。このコストなんですが、はい、前回と変わらずこの DTF が勝っています。この DTF プリンター、非常に多くの方が、はい、利用しています。機械代も、はい、高く、保守料も払って、大型で、メンテナンスなどの苦労もある中でですね、多くの方が DTF プリンターを使っているんですが、その、DTF プリンターを支持されている理由ですね、これはもう安い、製造原価が安い、これにですね、行き当たる、突き当たると思っています。もう9割以上の理由なんだと思います。この DTF の A3 機でも1枚あたりの原価というのは約120円。で、印刷代は約20円ほど見ておけば十分です。一方、素人なプリンターの転写紙は、はい、A4 サイズで約340円ほどですので、200円近くの差があります。大量に作る方、価格競争に参加している業者様は、100円、200円の差で非常に大きくなってきます。掛け算で1万枚になりますと200万円などの差になっていきますので、利益が。はい。一方ですね、固定のお客様、そういった価格競争に巻き込まれていない、はい、お客様ですと、T シャツはですね、基本的に3000円とかそういった、はい、価格になります。そして世間一般はインフレになっています。これはですね、もういろいろなものが、はい、もう100円、200円では大幅に上がったりしています。なので、そういったところでですね、この200円の差というのは全然許容だよという方が多くいらっしゃいます。弊社のこの素人なプリンター約2000万以上ですね、年間利用している方は多数いらっしゃいます。なので、この DTF プリンターのこの製造原価の安さですね、これはもう卸売、二次卸とかそういったたくさんしていっても、はい、利益が得れる、約3000円の T シャツに対して待っていますが、基本的に作って直販する方でそういった卸売などもそこまで考えていないっていう方はですね、この200円の差、今日340円でも安いものになっています。総合的な運用を含めて検討されるのがベターだなと思います。はい、次に4番目、生産性についてです。1時間で何枚作れるのかというですね、T シャツプリントのテストで、前回素人なプリンターは約20枚、DTF の A4 系約10枚とご案内しました。
そしてこの DTF の A3 機なんですが、A4 機と比べて A4 で約4分30秒かかっていた印刷が約2分10秒に、大幅に約倍ですね、2分の1に短縮されました。なのでこの DTF の A3 機で1時間で何枚 T シャツプリントできるのかというテストができていなくて申し訳ないんですが、このマークですね、それぞれこちらにあるのが、DTF、こちらが白トナーですね。これのマークができるまでの時間、1時間でどれだけこのマークができるのかというところでご案内していきます。まずこの白トナープリンターは、印刷はもうレーザープリンターなので非常にすぐです。そして印刷をして、ラミネーターを通します。約20秒です。プレス機でその後に30秒表裏プレスをして剥がします。プレス時間が合計約1分かかります。そしてこの剥がす時間が約15秒と見て、そしてまた次セットする時間ももう15秒と見ます。そして約1分30秒ですね、この1つできるという換算をしますと、約60分で約40枚できます。DTF の A3 機では A4 サイズの印刷で約2分、その後パウダーをつけてベーキングをする。そのセットで約30秒、そしてベーキングの時間が約2分半としています。印刷をするのはですね、キャリーシートに貼り付けたり、そういったセットの具合を含めまして、約3分と見ます。3分で印刷をして、3分でパウダー漬けとベーキングが終わる。それでしていくと、単純に60分割る3分で約20枚ですね、できるという計算になります。その後の転写の工程ですね。このマークができた後に T シャツができるまでの工程はそこまで違いがないですので、DTF の A3 機というのは A4 機より約倍になった計算です。それでもまだこの白トナープリンターですね、この1時間でできる枚数というのが約40枚ですので約倍になっています。そしてこの白トナープリンターですね、今現在このぐらいの約1時間で40枚なんですが、これが100枚、200枚、というですね、大幅に生産性が向上する機器というのは現在商品開発をしていて来年発売予定をしています。ちょっと匂わせになるんですが、もう一番早い製造方法は白トナープリンターで間違いなくなっていきますので、業界内でもぜひ期待してお待ちください。次は仕上がりです。こちらが白トナーで、こちらが、DTF になります。これは前回と同じ内容なんですが、この DTF は、発色が明るく、比較的薄い仕上がりになります。で、白トナーはレーザープリンターなので、発色が少し暗くなり、濃い仕上がりになります。どちらも商品としては問題ないです。そして DTF の方は、比較的の割れに強いです。生地に馴染むというよりも、刺繍のようにですね、ロックされた形で生地と馴染まず、割れというところの影響が受けないです。一方、白トナーは、この生地に馴染みますので、その割れの影響は DTF に比べると受けやすいです。今説明したように DTF はですね、少し厚みがありまして、そのあたりの仕上がりで薄い白トナーがいいという方もいますし、白トナーのその割れのところがですね、どうしても気になるという方で DTF を選択される方もいらっしゃいます。この辺はもういろいろ話していて、もう使われる方のも主観的な好みだと思っています。この無償サンプルですね、ご案内しています。これ白トナーと DTF 双方ですね、触っていただいたりしてですね、見ていただければと思います。またこの東京ショールームにたくさんですね、このプリントサンプルがありますので、触っていただいて見て判断いただければと思います。最後の6番目、プリントできる対象素材について。この点も前回と変わりは少ないです。まず双方、綿ポリ、ナイロン、幅広い生地にプリントができます。DTF は細かいパウダーが溶けて、細かいですね、繊維の奥まで定着ができますので、衣類以外の幅広い繊維生地、こういった小物雑貨系へのプリントができます。ただ、白トナープリンターでも、そのできるという範囲は DTF に比べると少し狭まるんですが、できます。革やキャンパス生地にもタイプ C を使えばできます。また、白、こういった金箔、銀箔のプリントに関しては、白トナーの方が DTF よりも綺麗にプリントができます。ちょっとこれは脱線しましたが、対象できるプリント素材に関しては、衣類に関してはほぼ同等と考えれば大丈夫です。それ以外の部分ですと、DTF の方が広くプリントができますので、ご参考にしてください。最後にまとめです。いかがでしたでしょうか？前回と似ている内容で、白トナープリンターと DTF の A3 機、どちらが初期導入でいいかという問いに対しての回答の答えもあまり変わりありません。それはお客様によるというところです。そこで私はですね、これからもこういったお問い合わせいただいたお客様に対して、ご理解いただきたいのですが、以下のようなですね、ご質問をしていきます。お客様が機器を導入してしたいことは何ですか？お客様が大事にしたいポイントは何ですか？という問いです。
衣類へのプリントだけでいいのか、または小物にもプリントするのか、1ヶ月のうちどのくらいこういったプリント機器の作業をするのか、1ヶ月や年間何枚くらいプリントをして販売するのか、そういったイメージ、機器を導入してからのものが重要になります。こういったところですね、勘案していって、今説明した中で大事だなと思うポイントが2つあります。一つはやはりメンテナンスです。素人なプリンターもメンテナンスフリーなんですが、DTF の A3 機もメンテナンスは非常に楽になりましたが、全くいらないというわけではないんです。この点の許容に関して、考えていただければと思います。ここは一つの分かれ道だと思っています。そして二つ目なんですが、仕上がりです。あまりそこの点に関してですね、弊社のお客様こだわっていない方は、正直言ったかなと思うんですが、今回このメンテナンスっていうところは楽になりましたので、この仕上がりに関してもですね、お客様の点でこだわっていただければと思います。この、点に関して、無償サンプルをご案内していますので、ぜひ比較をしてみて、判断いただければと思います。なので、お客様のですね、ワークライフスタイルですね。それに合わせて適したものをですね、ご案内していきたいと思います。DTF の外注を内製化にしたい方は、そのままDTF のですね、A3 機を導入でいいと思いますし、それであってもですね、メンテナンスやはりっていう方はですね、素人なプリンターを導入されたらいいと思います。また、プレス機の買い替えはちょっと考えられないっていう方はですね、DTF の A3 機を考えればいいと思いますし、そういった本当にお客様によってですね、この、双方やはりいい商品でありますので、その中でですね、合うものというところで選んでいただければと思います。そしてこれからスタートされる方での初期導入に関してはですね、ご案内以前したような無料のアフィニティという編集ソフトも今あります。これからプリント業をスタートされるっていう方はですね、ハードルが以前よりも低くなっています。弊社なんですが、毎年ですね、約100先の、プリント機器の導入の実績がありまして、大半の方ですね、これからスタートされる方、そういった方へのですね、案内というのも非常に慣れています。導入後、電話、メール、LINE でのテレビ電話での対応もして継続していますので、サポートをぜひご安心ください。調査をしたところ、OGBS の業界内でも、新規のお客様にコストパフォーマンスが高い、これだけのですね、プリント機器をご案内できているのは、弊社ぐらいじゃないかなと。しかもオリジナルですね。思いますので、これからプリント業をしたいという方はですね、ぜひ弊社の方にご相談いただければと思います。こういった最後、セールス送りになってしまいましたが、お客様に合わせたプリントシステムをご案内するということは、弊社は逆に大事にしています。より大型なプリント機器の方がお客様に合うなという方にはですね、弊社の機器でですね、他社様の機器などですね、含めまして総合的に案内しています。その点はですね、ちょっと信頼していただければと思います。マッチングというのはですね、やはり重要だと、強く思っています。こういったいろいろな機器には長所と短所が合わせまして、お客様の環境でですね、その点はいいもの悪いものというのは変わってくるかなと思います。こういった相談というのはですね、私年間100先はですね、優に超える、相談を、乗っていますので、ぜひ安心、お気軽にですね、ご連絡いただければと思います。今後もこういったウェアプリントに関する動画を上げていきますので、チャンネル登録お待ちしております。どうもご視聴ありがとうございました。